どうも、まるチャンネルです。今回から月間津久井ガイドとして定期的に津久井浜の風や海の状況について詳しく解説していきたいと思います。今日は2025年の最新統計データをもとに3月4月の津久井浜の気候、風、海、服装、そして混雑状況について詳しく解説し、注意すべきポイントをお伝えします。結論からズバリお伝えしていきますので、この動画を最後まで見て安全で最高に津久井浜を楽しめるようしっかり準備しましょう。トピック1、気候、晴天率、日照時間のリアル。最初のトピック、気候についてです。結論はズバリ光の春、冬の空気です。グラフを見てみましょう。グラフは2025年平均気温を表示したものです。平均気温は3月が 10.5 度、年間9位、4月が 15.3 度、年間7位です。2月から段階的に上がっていますが、注目すべきは晴天率と日照時間です。グラフは2025年晴天率を表示したものです。2025年のデータでは晴天率は3月が 55%、年間5位に対し4月は 52% と、実は3月の方が晴れる確率が高いんです。グラフは2025年日の出・日の没時刻を表示したものです。さらに日照時間、3月は日の没が17時47分、4月には18時13分まで伸び、歌唱時間は4月に 13.0 時間に達します。つまり夕方遅くまで明るく、3月は晴れ間も多い。浜に立っていると最高のシーズンだと感じますが、平均気温がまだ10度から15度ということは、日が陰った瞬間に体感温度が下がることを意味します。この光の春に騙されて薄着で出ると、失定後に凍えることになります。トピック2、風の状況、春一番と北風のせめぎ合い。続いて僕らにとって最も重要な風の話を深掘りします。結論はズバリ3月4月は暖かい南風と冷たい北風のガチンコ勝負。風速計だけでは読めない不安定さに注意です。この時期の津久井浜はまさにカオスです。低気圧が日本海を通過する際に海側から一気に吹き込んでくるのが春一番に代表される南風。20度近い暖かい空気を運んできてくれますが、問題はその直後です。低気圧が抜けると今度は山側から冬の忘れ物のような冷たい北風が牙をむいて吹き返してきます。この海からの熱気と陸からの冷気が津久井浜の空の上で激しくせめぎ合っているのが3月4月の正体です。風が安定しない。南風が吹いている最中に急に北に回って無風になったり、逆に強烈なブローが襲ってきたりします。水面の乱れ、南からの大きなうねりが残っているところに北からの細かいチョップが混ざってガスティで非常に乗りづらい、いわゆるぐちゃぐちゃな水面になります。ウィンドサーファーならセールチョイスに悩み、ウィングフォイラーなら浮いた瞬間に風が抜けて失速するというストレスにさらされます。3月4月の風は冬のような安定した北風でもなければ初夏のような安定したサーマルでもない。常に変化するという前提で沖に出過ぎないリスク管理が求められます。次に意外と知られていない海のコンディション。結論はズバリ4月の水は12月よりも圧倒的に冷たいです。グラフを見てください。3月の海水温は 15.1 度、年間11位。4月は 16.8 度、年間7位です。比較のために昨年年末の12月を見てください。17.9 度あります。つまり4月の水は年末の水よりも1度以上冷たいんです。陸の気温が 15.3 度まで上がり、日が18時過ぎまで出ている。
暑い、水も暖かいだろうと錯覚します。しかし海の中はまだ繭の余韻が濃く残っています。ウィングフォイルで空中を飛んでいるときは快適でも、一度チンしてこの15度から16度の水に浸かると筋肉は一気に硬直します。見た目の春らしさに騙されて水温を軽視してはいけません。また3月から4月にかけて津久井浜の海の中ではワカメやアカモクなどの海藻の成長期に入ります。これがフォイルライダーやウィンドサーファーにとっては大きな関門になります。具体的には成長して長く伸びたワカメやちぎれて浮遊している海藻がフォイルのマストやフィンに面白いように絡みつきます。ここが注意点です。ほんのちょっとの小さな海藻が絡まるだけで突然ブレーキがかかったような急失速を招いたり、フォイルの揚力が失われて派手な爆沈につながったりします。特にスピードが乗っているときは危険です。対策としては水面をよく見て茶色い塊を避けること。もし足に違和感を感じたら一度ジャンプさせてフォイルを水面に出す海藻落としをマスターしておくと、この時期のストレスが激減しますよ。トピック4、服装と安全対策の結論。ではどのような装備で挑むべきか。結論はズバリ4月下旬までセミドライクラスブーツが正解です。統計データが示す水温15度から 16.8 度という数値はウェットスーツの基準では完全に冬用のカテゴリーです。3月セミドライミスト、水温 15.1 度を考えるとブーツも脱げません。4月平均気温が 15.3 度まで上がるため、日向ではジャーフルでもいける気がしますが、前日の北風の吹き返しに遭遇したりトラブルで漂流した場合、16.8 度の水温では短時間で動けなくなります。周りが着替えているからではなく、この実データを信じてください。5月のゴールデンウィークを過ぎるまではセミドライをメインにして、予備の着替えも厚手のものを準備しておくのが賢いフォイラーの選択です。最後はアクセス環境。結論はズバリ4月からは駐車場確保が30分早まると考えてください。4月は観光客数が増え、国道134号の交通量も上がります。日が長くなり気温も上がるため、一般の観光客が三浦半島へ押し寄せます。午後のサーマルを狙って13時頃に現地に行こうとすると駐車場難民になる。データ上、日照時間が延びて活動しやすくなる分、ライバルも増えることを覚悟しましょう。いかがでしたでしょうか。2025年の統計データから春の津久井浜の本当の姿が見えてきましたね。今回のまとめです。気候。3月は晴天率が高いが気温が低い。4月は日照時間が長い。風。春一番南と冷たい北風がせめぎ合う最も不安定な時期。海。4月は12月よりも冷たい繭の海。海藻も成長期。服装。データを信じてセミドライクラスブーツを提唱。最後に、もしこれからウィンドサーフィンやウィングフォイルを一度体験してみたい方や、去年何度か体験して今年から本格的に続けてみようと考えている方へ、ぶっちゃけ3月4月は海水温が低すぎて過酷です。まさに修行です。せっかくの恥体験がただ寒いだけの修行にならないように、水温が20度を超えるまで待つのが正解です。また島民マリを考えているベテラン勢も快適さを求めるならゴールデンウィークまで待った方が良いです。それでも乗りたいという方は今日お見せした数値を忘れずに万全の冬装備で津久井浜の風を楽しんでください。この動画が役に立った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは良い風呂。最後にちょっと雑談ですが、ついにスターボードの新しいウィングビバが日本国内に到着したようですね。
3月初旬には関西地方でも試乗会が開催されたようで、実際に試乗された方も多いのではないでしょうか。今僕は 4.5 と 6.0 のウィングをメイン利用していて、3.0 か 3.5 のウィングを追加したいんです。その最有力候補がビバなんです。実際に物を触ってみないと最終的な購入判断はできませんが、かなり期待しています。日程は未定ですが、津久井浜で開催されるスターボード試乗会がとても楽しみです。それでは津久井浜でお会いしましょう。